はい、ベトナムネイバー。皆さんこんにちは。7月23日水曜日、ベトナムの最新情報をお届けします。今日は経済と社会の主な動きを、専門家の方とお伝えしていきます。まず今日のラインナップです。経済では、上半期の完成車輸入の増加、ビンファストのバイク販売好調、それから GDP 成長率のシナリオ、不動産譲渡益への新しい課税案について、社会ニュースでは台風6号の影響、ハロン湾の事故の続報、ダナン空港での顔認証導入、そして AI への信頼度に関する話題などを取り上げます。では早速、経済のニュースから見ていきましょう。今年の上半期、完成車の輸入台数が大きく増えたようですね。はい、そうなんです。税関総局の発表によりますと、1月から6月までの完成車輸入、これが10万2817台。前年の同じ時期と比べて 38.3% も増えています。38% 増ですか。金額ベースでも伸びているんですよね。輸入額は約22億3000万ドルで、こちらは 44.5% 増と台数以上の伸びを示していますね。どこからの輸入が多いんでしょうか。主な輸入元はですね、インドネシア、それからタイ、中国。この3カ国で全体の、94.7% を占めています。台数ベースで見るとインドネシアが一番多くて39,111台。一方で金額ベースでは中国が最大で7億4600万ドルとなっています。なるほど。ASEAN 域内の関税とか国内需要の高まりとかそういう背景がありそうですね。まさにその通りだと思います。国内生産だけでは、追いつかない部分を輸入車が補っているという状況ですね。一方で国内メーカー、特にビンファストが元気ですね。電動バイクの販売が上半期で前年の6倍になったとか。これは非常に大きな伸びですね。ホンダやヤマハといった既存の大手メーカーを追撃する勢いを見せています。6倍とはすごいですね。ただもちろん市場全体のシェアで見るとホンダやヤマハは依然として巨大ですから、ビンファストのこの勢いがどこまで続くのか、今後の製品展開や価格戦略が注目されるところです。経済全体の成長率についてはどうでしょうか。政府が今年の目標として 8% とさらに高い 8.3% から 8.5% という2つのシナリオを出しているようですが。かなり意欲的な数字ですよね。この目標を達成するには、やはり経済活動の活性化だけではなくて、制度改革、これが不可欠だと指摘されていますね。制度改革ですか。はい。規制緩和ですとか、行政手続きの効率化とか、そういった構造的な改革を進めないとこの高い成長目標に乗せるのは簡単ではないかもしれません。そしてこれは市場関係者も注目していると思いますが、不動産の譲渡益に対する新しい課税案。財務省が個人所得税法の改正案で提案しているものですね。今は売却額に対して一律 2% ですけど、これを売却時の譲渡益に対して 20% 課税するというのは大きな変更ですよね。そうですね。これは明らかに不動産投機を抑制したいという、政府の意図が見て取れます。短期的な売買で利益を出しにくくするという狙いでしょう。ただ、この報道で関連株が大きく下がったとか。はい。21日の株式市場では、例えばビングループ VIC が 5.88% 安、ビンホームズ VHM も 4.17% 安と、不動産関連株が軒並み大きく下落しました。やはり市場の冷え込みを招くのではないかという懸念も出ていますね。取得価格がわからない場合の扱いなども含めて、最終的にどういう制度になるのか注意が必要です。他にも経済では、鉄鋼大手のホアファットグループが話題ですね。2つありますね。まず、自社で過去最大級となる11万トンのバラ積み貨物船ザ・モーメンタムの運航を開始しました。これはサプライチェーン強化の一環ですか？そうですね。原材料の輸送能力を高めて、コスト削減や安定供給につなげる狙いがあるようです。一方で EU からベトナム製の熱塩鉱板に対して反ダンピング関税が課されることになりました。それは厳しいですね。ただこの措置からホアファットグループ本体の製品は除外されているんです。他のベトナム企業には 12.1% の関税が課されますが。なるほど、ホアファットは除外されたんですね。これは同社の国際的な競争力とか価格設定の正当性が認められたとも言えるかもしれません。金融の話題では BP バンクの業績が良いようですね。SMBC 三井住友銀行が出資している銀行です。はい。
第2四半期の税引き前利益が6兆2145億ドンと前年同期比で 38% も増加しました。総資産も1000兆ドンを超えて民間の商業銀行としては最大規模になっています。ベトナムの金融セクターの力強さを示していますね。では次に社会のニュースに移りましょうか。まず台風6号ウィパーの影響が心配されました。22日の午前に北部の噴煙省付近に上陸して各地で激しい雨をもたらしました。ただその後勢力を弱めて23日の午前までにはラオス方面へ抜けて熱帯低気圧に変わったようです。空港なども再開しているんですね。はい、主要な空港は通常通り運航を再開しています。ただ先週末の別の豪雨ではハノイで約1000本の木が倒れる被害もありましたし、引き続き土砂災害などには警戒が必要ですね。そしてハロン湾の観光船転覆事故ですが、これは続報が入っていますね。はい、残念ながら22日時点で確認された死者は36人。まだ3人の方が行方不明という状況が続いています。痛ましい事故ですね。保険金の支払いなども進んでいるようですが。損害保険と生命保険合わせて支払い総額は日本円で7900万円を超える見込みだということです。ただその一方でこの捜索活動が行われている近くで別のクルーズ船が花火を打ち上げたということが報じられまして。捜索中に花火ですか？そうなんです。これはあまりにも不謹慎だとして多くの批判が殺到しています。こういう時の社会全体の配慮が問われる事態ですね。それはちょっと信じられないですね。さて、少し明るい話題としては、ダナン国際空港で顔認証による搭乗手続きが始まったそうですね。はい、これは便利になりそうです。国内線で国のデジタル身分証明アプリ VNAID と連携した顔認証システムが導入されました。これで身分証明書を提示する必要がなくなるわけです。行政サービスのデジタル化進んでいますね。ベトナム政府が力を入れている分野ですからね。今後他の空港ですとかいろいろな行政手続きにも広がっていく可能性が高いと思います。そして最後にちょっと興味深い調査結果です。ベトナムの AI への信頼度が世界で3位だとか。そうなんです。WIN という調査機関が発表した世界 AI 指数によるもので、ベトナム国民の AI に対する信頼度は 59.2 点と世界平均を大きく上回って第3位でした。信頼度は高いんですね。ただ面白いのはですね、実際の AI の利用実態を見ると世界で17位にとどまっているんです。あ、そうなんですか？信頼はしているけどあまり使ってはいないということですか？そういうギャップがあるということですね。AI は役に立つだろうし信頼できると感じている人は多いけれども、まだ日常生活や仕事で積極的にツールとして活用するところまでは至っていないという状況なのかもしれません。なるほど。その背景を探ると今後の AI 普及のヒントが見えてくるかもしれませんね。では最後に為替相場です。7月22日、昨日の午後6時時点の SHB 銀行の中値です。1円あたりは 176.59 ドン、1アメリカドルあたりは 26,180 ドンとなっています。本日のベトナムネイバーは以上となります。今回の情報が皆さんのベトナム次回の一つとなれば幸いです。次回もベトナムの最新情報をお届けしますので、ぜひまたお聞きください。よろしければ番組の高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。